こんにちは。今回の動画は2024年7月の頭に北海道の函館、それから松前に行った時の動画のまとめとなります。函館は結構行った方多いと思いますが、松前、私も初めて行ったんですけど、とても面白い場所でした。そして函館は松前ともにやっぱり北海道なのでご飯が美味しい、牛乳も美味しい、そしてなんといっても海鮮です。とっても美味しかったです。また今回はグランクラスを使って行ってきましたので、そのグランクラスのレビューもしたいと思います。よろしくお願いします。今回は函館市内と松前までを旅行しました。有名な場所やこれから注目される場所を合わせて紹介しますので、よろしくお願いします。今回は函館まで新幹線で行きました。高崎から5時間ほど、移動と待ちが多い飛行機と同じぐらいの時間で、かつ新幹線の場合は乗り換えが1回なので楽でした。函館に11時半に到着したのでご飯から食べました。駅前のキラリスというビルの地下1階に回転寿司根室花丸があります。イカにニシン、とても美味しかったです。ニシンの刺身って初めて食べました。初日はご飯を食べた後、午後から函館市内を観光しました。市電と徒歩で移動してどこまで回れるか試しました。まずは函館ドッグ行きの末広町駅で下車しました。八頭行きもあり、十市街駅より先に行くときは注意が必要です。末広町駅から海側に歩くと北海道第一歩の地があります。開土100周年記念に JRA から寄贈されたようで、なぜか JRA なのに熊のモニュメントがあります。ちなみに白熊ではなく白いヒグマだそうです。海上自衛隊基地の前には函館運上跡地の看板があります。欧米と国際貿易をした港がここにはあったようです。ここから函館山の方に向かうと明治天皇上陸記念の碑があります。通算3度足跡を残されたことから三勝碑とも言われています。街ぶらをしているといろんなところに綺麗な建物があります。義洋風建築物群があり、普段の生活で身の回りにはない外観だなって思う場所、建物が多々ありました。見ているだけでこの素敵な建物を楽しむことができます。函館は歩いていると看板があります。いろいろ説明してくれるので見ていて飽きません。この銅像、視線の先には何がある？木しかありません。中学校の教科書によく出てくるフェリーは函館開港で来航しています。北海道を統治する奉行所、五稜郭を築造したり、函館の欧米文化に影響しました。この元
町公園、歴史的建造物に囲まれているので、通り過ぎることは多いはず。でも、通過されがちでしょうか。花壇の花とか綺麗なので、見応えはあります。この青い建物は元は北海道庁函館市庁の綺麗な伝統的建造物です。ここには四天王像があります。四天王って聞くとどうしてもファイナルファンタジー4のゴルベーザーしか思いつきません。元町公園には花壇以外にもモニュメントも置いてあります。これ北海道でクマがデフォルメとかシャレになってないですよね。群馬県人にとってクマは恐怖の対象です。この坂は東坂と読みそうですが、東坂と読むのが正解です。八幡坂とかに比べればあまりフィーチャーされてないかもしれません。ただ坂も綺麗ですが、その横から見る直線、さすが北海道っていうくらい綺麗です。ここは弥生坂、観光客はいませんでしたので、ここもあまりフィーチャーされてないようですが、綺麗です。不思議だったのがこの石畳の路地、なぜ市はここにお金をかけたんでしょうか。そんなことを考えていると、旧函館区公会堂に到着しました。市民の集会場や商業会議所の事務所として建てられました。こんな綺麗な事務所で仕事してみたいですね。ホームページを見ると元はここまで黄色ではなかったらしく、もう少し優しい見た目だったようです。建物の中もとてもレトロで綺麗でした。元町公園を公会堂側から見ると、柵がおしゃれだったり、違う景色が見られます。そして公会堂の近くには世界で2番目に美味しい焼きたてメロンパンアイスのお店。食べちゃダメだ。お腹出てたじゃないか。意志が弱い。でもとっても美味しかったです。こちらの住宅は旧相馬家の住宅。国指定の重要文化財となってます。休館日だったのか中に入ることができませんでした。ホームページを見るととても魅力的な建物なので、次回は行ってみたいと思います。旧相馬家住宅から坂をさらに下ると旧イギリス領事館があります。こちらの建物の中には入りませんでしたが、建物自体は和風なのに窓枠が洋風のような不思議な建物でした。7月の初旬、関東はまだ梅雨明けをしてない時期の旅行でしたが、北海道すごく暑かったです。
夏のシーズンの北海道初めてなのですが、こんなに暑いとは思いませんでした。有名な八幡坂です。港まで一直線で見られるからとても綺麗な坂と言われていますが、他の坂も十分素敵な景色と思っています。他の坂もそうですが、道路がアスファルトではなく石が張ってあってとてもかっこいいです。この時点で末広町駅から歩き始めて2時間くらい経過しています。それしか経っていないのにとっても充実しています。少ない時間で様々な場所が見られる、これが函館の魅力だと思います。なぜ函館山のふもとだけでもこれだけ観光地が揃っているということです。八幡坂と二十間坂の間にはカリストス正教会、聖ヨハネ教会、カトリック元町教会があります。この辺りは函館市元町末広町重要伝統的建造物群保存地区と言われています。あと、ひっそりと日本の道100選に選ばれた第三坂もあります。この坂は茶々通り、第三坂の上にある函館坂道グループの一つです。茶々通りってなんか名前が可愛いですね。教会群はいろいろと邪魔しちゃまずいので外観しか見ていませんが、函館に行かないと見られないような素敵な建物でした。ここからは20間坂を下っていきます。道幅が20間あることが名前の由来です。20間とは36メートルほどのことです。坂の途中には五島軒の石化亭があります。レストランでのかっこいいランチは大人になったらしたいと思います。20間坂を降りていくといつの間にか開港通りに当たります。このままレンガの倉庫を見に行きます。開港通りには日本最古のコンクリート電柱があります。看板がないと気づきません。丸くなく初めて見る形状でした。大通りだけでなく裏道を歩いてみても外観が素敵なお店などがたくさんあります。ここにあるのは長谷川ストアとラッキーピエロ。看板が特徴的すぎて知らない方はいないのではないでしょうか。またベイエリアには赤い靴の少女や新島城の銅像があり、この赤い靴のきみちゃんは小説で有名です。新島城は函館から3つ出国し、キリスト教に入信。帰国し、最初は群馬の安中で伝道しました。現同志社大学を創設しています。また、真ん中にある新島学園は新島城が育ませたキリスト教精神を信条として創立された学校です。まさかここで群馬を見るとは思いませんでした。金森レンガ倉庫に来ました。レンガ造りの建物はライトアップしていなくても素敵です。このライトアップは3年前に夜来た時の写真です。
これまだ同じようなライトアップをしてるんでしょうか。ここは大分の実業家が明治時代に建てた金森羊毛の店が起源で、伝統的建造物です。金森と読むのが正解のようです。このレンガのレトロ感がたまりません。倉庫の中にはお店があり、中も見てみましたが、生活雑貨、お土産、あと地元のお菓子のお土産が多かったと思います。あと、歩道に矢印がたくさんあります。これ何？しかも、たくさん並んでます。こういうのって踏みたくなりますよね。海の近くなので、建物が腐食しているところもあり、そういったところも含めてベイエリアは見ていて楽しいです。このホテルはいくらかけ放題の朝食が有名なラティスタ函館ベイです。さすが北海道、水産卸市場から日例の建物まで美味しい魚がそこら中にいてとても羨ましいです。次に来たのはマシューマル記念館。函館に来るたびに気になっていました。今回初めて訪れました。怒りの間にデゴイチの車輪が展示されています。組み合わせが JR っぽいですね。ただ、この時代は国鉄と言うべきでしょうか。マシューマルは青函トンネルができるまでの連絡線のうちの一つです。1908年から国鉄が直営で連絡線を運営していました。このマシューマルは1965年から運行を開始した2代目マシューマルです。地球100周分運行し、今のメモリアルシップとなりました。今では青函トンネルがあり、気づけば北海道にたどり着いていますが、昔は3時間50分もかかっていました。津軽海峡で船酔いをしながら3時間50分かけるくらいなら、飛行機でサクッと羽田から飛んだ方がいいですよね。ということで、旅客輸送は1973年をピークに減っていきました。船から人が出なくても旗でどういう状況か知らせることができます。マシューマル記念館では無線通信室や操舵室に入ることもできます。このレーダーは再現なのかな？見方が正直わかりませんでした。ただ、なんとなく当時の状況は見ることができます。
船の甲板から海面までの高さが15メートルあるようです。船内で100円で紐というよりロープを購入してこちらの体験をすることができます。梅結びをやってみました。こんな感じで、紐を通していき、できたかな？上出来ですかね？いや、何このごっちゃごちゃ。すんごい難しいです。あと、モールス信号の体験もできます。アンカーのチェーンは1個あたりの重さが21キロあるようです。本当にびくともしないほど重かったです。マシューマル記念館、とても面白かったです。機械遺産を気軽に見ることができてとても良かったです。函館駅経由でロッカーの荷物を回収し、ホテルへ向かいます。チェックインします。函館はそこら中に美味しいものがたくさんあり、海鮮はもちろん肉やラーメンまで、お店がたくさんあり、羨ましいです。今回泊まったホテルまでは函館駅から歩いて20分ほど。重い荷物がある場合は市電使った方がいいかもしれません。ということで今回はスーパーホテルに2泊しました。木金の2泊をしたのですが、駅近くは金曜日夜がどこも空いていませんでした。チェックインが終わったらホテルの目の前にある松風町駅から八ヶ頭駅まで市電で移動します。八ヶ頭駅から10分ほど歩いたところに銭湯というか温泉があります。お湯が茶色ですごく鉄のような匂いがします。高温の宇宙があります。ただこれ暑すぎて長時間入れないほどでした。アメニティっていうのかながほとんどありません。入り口の券売機で石鹸、シャンプーなどの購入が必要です。7月頭に行きましたので寒い時期でもありません。湯冷めはしないです。ですがとても暑いです。
市電の車内の中はクーラーがないのでしょうか。ずっと暑い、汗だらだらでした。そういえば市電は Suica が使えます。iPhone のタッチ決済をしているのでとても便利でした。初日の夜はこちらのお店ネボッケで夜ご飯を食べました。うまい。これもうまい。こちらもうまい。これはうまいはず。北海道はどこで何を食べてもとても美味しいです。やっぱ太るよね、北海道に3日もいると。函館の夜を待ちぶらしながらイオンで夜の楽しみ&次の日の運転中のお菓子を購入しに行きます。函館旅行2日目の朝、この日はレンタカーを1日だけ借りて松前までドライブします。松前までは片道100キロほどあります。高崎からだと新宿や長野の上田に行くくらいあります。群馬県人に100キロは小旅行気分ですが、でっかい道で有名な北海道の方々にはそれが普通なのかな。というのも、函館から松前までの100キロを普通の路線バスが走行しています。時間は3時間ほどかかります。松前以外の道中もいろいろ寄りたいため、今回はレンタカーを借りました。トヨタレンタカーで車を借りました。夜使う予定がなければ日付をまたぐより当日に借りて返す方が安価です。まずは鶴岡公園駅、道南トロッコ鉄道は線路を自転車を漕げるらしいです。ただ残念ながら予約が必要らしく、しかもまだ営業していなかったので外観だけ撮影しました。あとやけに車両撮影禁止の表示がありました。これは下調べが甘く、久しぶりに時間の無駄をしたと反省しました。隣接した公園をぶらつき、次の場所へ向かいます。北海道旅行2日目、今回は松前に来ています。松前は北海道の南側にあり、函館から車で2時間ほどの場所にあります。久しぶりにリピートしたいと思う場所でしたので紹介したいと思います。まずは松前城から。松前といったらここが有名です。松前家の初代藩主がここに陣屋を作り、14代目藩主が1854年に旧式築城として日本最後の城をここに築城しました。日本最後に築城された城は焼失してしまい、今の天守は1961年に再現されたものです。お城の横には案内所があります。松前城の前の顕彰碑は、桜を育て多くの品種を作り上げた鎌倉翁の碑です。お城の中にも写真がたくさん飾ってありますが、ここら一帯は桜が有名です。松前は桜の名所です。松前公園では春に1万本もの桜が咲き誇り、日本桜名所100選に選ばれています。桜だけでなく、お城に配置された松、とても素敵です。
そしてこの松前城、函館戦争では、明治元年に土方歳三が率いる旧幕府軍700名に攻め落とされました。函館戦争の頃は大砲を使っていたようです。この鉄砲玉も使っていたのでしょうか。このお城が700名の軍勢に落とされたとき、主要部隊は他の城に行っていたので100名しかいなかったようです。なので700名の軍勢に落城されました。ただ、新政府軍により翌年に奪還しています。この時、新政府軍は艦隊で攻撃をしています。海辺から天守までは地図上で直線距離最短200メートルほどあります。とはいえ、艦隊はそこまで近づけないはずです。大砲の飛距離、すごいですね。沿岸には砲台もあり、沿岸砲台を含めて海からやってくる敵を撃退することに特化した構造のお城らしいのですが、艦隊大砲によって落城奪還されたようです。お城の中は展示品があり、歴史を学ぶことができます。天守閣から見る景色はとても綺麗です。城主たちは皆この景色を見ながらマグロやイカを堪能していたのでしょうか。とっても羨ましいです。築浅とはあまり言わないかもしれませんが、年数が経ってない割にごたごたした歴史を持つお城です。ここからの眺めは広々と広大な土地というわけではなく、自分が思う北海道っぽさがあまりないような斬新な景色です。とても素敵です。松前城の石垣には函館戦争の弾痕、大砲跡が残っていると私は聞きました。ただ、その場所を見つけることができませんでした。松前城と呼んでいますが、公式には福山城です。ただ、ビンゴ福山城との混同を避けるため、松前城と呼ばれていたようです。松前城の北側には松前神社があります。木に囲まれ、ひっそりとした佇まいがとても素敵です。映えてるとは言い難いですが、静かであり、日頃の喧騒から離れられるこの空間がとても良いと思います。
他の観光客の方もそんなに見かけませんでした。あまり人が来ないような場所なのでしょうか。私が訪れた時は御朱印は書き置きでした。お参りを済ませ、神社の裏に向かいます。神社の裏手に抜ける北側には松前藩の墓所があります。墓所は国指定の史跡となっています。墓所がある道を歩いてくると、いつの間にか江戸時代にタイムスリップをしています。私が訪れたのは松前藩屋敷。当時の生活の様子を再現しており、タイムスリップをしたような気分にさせてくれます。あと、ここの入場券は松前城の入場券と合わせたセット券があります。別々で買うよりも少し安かった気がします。この小江戸のようなレトロ感がたまりません。入り口すぐ横には奉行所があります。奉行所は何でもやってるってことなのかな。正直何をやってるところなのかよくわからなかったです。なのでとりあえず謝罪をしてみました。店前ののれんがかかっているのを見ると、やってるかーいって入りたくなります。この建物は近江や北陸の商人が住んでいた場所です。松前で採れるニシン、昆布などを京都や大阪で売っていました。旅にカゴと書いて旅籠と読みます。旅籠は今でいう旅館です。全然関係ありませんが、いちご屋という名前は少し悪いイメージがあります。ここは髪結い屋さんです。曲げは専門職の方が言っていました。そしてコミュニケーションの場ともなっていました。幕末には8000と3万人の人口があり、仙台より北では最大の都市と言われた最北の城下町が松前です。松前の春は江戸にもないと言われるほど松前は栄えていたようです。春とは5月ぐらい、ニシンが取れる時期を指します。漁師たちは特産物のニシンを3から5月で取り、出稼ぎの漁夫もここに訪れていました。出稼ぎの漁夫も訪れるほど栄えており、賃金も他と比べて高かったようです。全部で14棟ある建物、すべての建物の中がとても面白かったです。そして歴史の勉強をすることができました。お店の前の机に座ってみました。当時の人たちは机に座ってこの景色を見ながらお茶に団子を食べていたのかなと思うと感慨深いです。
武家屋敷はとても綺麗でした。とはいえ再現された建物です。実際はどうだったのでしょうか。とても気になります。中の作りは今風ですが、庭園が純和風でとても良かったです。松前藩屋敷は文化を知れるいい機会になり、とても面白かったです。松前城に来られる方にはぜひお勧めしたい場所です。車は松前城横の駐車場に駐車しました。お城、神社、再現された屋敷、すべて歩きで見回りました。ところどころで多くの種類の桜が植えてあり、春は見応え抜群と思いました。お城がある山から下り、お昼は城下町っぽい場所にあった松前漬けのお店の2階の貝魚亭で根ホッケやアワビを食べました。マグロ丼などもあり、とてもリーズナブルなお店です。そしてすんごく美味しかったです。これもリピートしたいと思える場所でした。松前での食事コスパ、北海道一と思えるくらいリーズナブルでとても美味しかったです。松前城から見える海辺には道の駅があります。ここではお土産やイートインコーナーがあります。さっき食べた1280円にしては大きくて美味しいアワビ、ここで育ったのかなと思うと感慨深いです。松前を楽しんだ後は函館に戻ります。函館に戻る途中にも様々な場所に寄りました。松前から函館に帰る途中には白神岬という北海道最南端の地があります。ただ最南端があるのが白神岬なのか白神岬展望台なのかよくわからず、結局2カ所とも寄りました。最南端があるのはこの看板が目印の岬です。そしてここには最南端の石碑があります。岬を見る展望台もとてもいいですが、その岬から見る海もとても綺麗です。そして最南端の石碑があろうがなかろうがとても素敵な景色を見ることができます。あと松前から函館に帰る途中には横綱の里があります。潮の富士、とても有名です。あと新たな青函トンネルを実現したいらしいです。確かに新幹線最高速度で走ってるとは思えませんでした。今回は函館に近くてついでに行けてしまうおすすめのスポットを紹介したいと思います。まずは道の駅尻内、新幹線を見られる展望塔があります。エレベーターもありますが、階段で登ります。かなりきついです。この写真スポットの看板シリーズを見つけると嬉しくなります。尻内は函館から見て南西で車で1時間ほどの場所です。青函トンネルに出入りする新幹線を見ることができます。
の近くに青函トンネルだけを見られる撮影場所もありますが、こっちの方が綺麗だと思います。上から見下ろすことでとても綺麗な走行シーンを見ることができました。次はトラピスト大修道院。Google マップで見ると灯台の聖母と書いてあります。確かに海から近いですが、灯台のように見えるのでしょうか。場所は北斗市になります。函館から車で45分ほどです。事前申し込みをすれば男性は門より中に入れるようです。ただ、この800メートルあるローマへの道、一直線の道を見るだけでも十分楽しめます。そしてトラピスト大修道院といえばソフトクリーム、あとお土産でバターにクッキーが有名です。駐車場から見て坂の上に門があります。階段ではなくスロープになっており、膝には優しそうですが、ちょっときつめです。坂の上にはレンガの門があります。門の左右は資料館になっており、歴史を知ることができます。あと、建物の裏にはルルドの洞窟というものがありますが、熊が怖いので行きませんでした。ここは修道院です。すごく神聖な場所なので、おふざけなど絶対にしないようにしましょう。函館にお住まいの方は普段何気なく飲んでいるでしょう、函館牛乳。これかなり美味しくて、群馬県人の私にはかなり羨ましいです。今まで生きてきた中で一番美味しい牛乳と思っています。アイス118は函館牛乳の工場敷地にあるお店です。ソフトクリームを食べることができます。美味しい牛乳でできるソフトクリーム、正直世界一美味しいソフトクリームと思います。場所は函館空港の近くですが、歩いて30分ほどかかります。車やタクシーじゃないと行きづらいかもしれません。こんなにいい環境で過ごしている牛たち、美味しい牛乳ができる理由も納得です。アイス118で 500ml の紙パックの牛乳を購入し、八ヶ頭温泉へ向かいます。海沿いには石川啄木の銅像がある公園があります。函館に4ヶ月ほど生活しており、ゆかりのある人物となっています。石川啄木は盛岡というイメージが強かったので、函館にもゆかりがあると思うと驚きです。公園の隣には石川啄木だけでなく土方歳三も兼ね備えた函館記念館があります。あとラストサムライもあるのかな。私は時間がなくて行けませんでした。大森海岸の海岸線がとても綺麗です。さらに海岸線を車で走っていくと立町岬があります。函館から行くと車で10分ほどとなります。直近には石川啄木一族の墓などもあります。海から近いからなのか、柵についている床がかなり不思議です。
西町岬から南側を見ると、晴れていれば函館市内が見えるようです。すごい景色が見れるのかな。今回は残念でした。岬への行きと帰りは違う道路を通り、帰り道で山を下ればすぐに八ヶ頭温泉に着きます。函館市内に戻ってきました。この付近のガソリンスタンドは19時閉店ばかりなので、レンタカーは早めに返した方が良いかもしれません。函館駅周辺は夜ご飯を食べられる場所がたくさんあります。海鮮だったり、肉、ラーメン、様々です。そんな中で私がチョイスしたのはジンギスカンです。羊の家という名前が面白いです。そして北海道函館の朝といえば朝市が有名です。今回私はスーパーホテルに宿泊しました。徒歩で向かうと20分ほど、お腹の空き具合は最高潮となります。お腹が空きすぎた私は朝市の看板が見えただけで早歩きになってしまいます。いつもの3倍早く歩いて向かいます。カニに干した魚、とても美味しそうです。ただ今は料理してある魚介類が食べたいです。朝食はメニューが多い鈴屋食堂で銀だら定食にしました。とても美味しかったです。あと味噌汁がとても好きです。美味しいご飯を食べたらお土産探しに気合が入ります。やっぱホッケとニシン美味しいよね。歩いていて監禁所、そしてカプセルトイを見つけました。様々な国の方が来るのだと思います。朝ごはんを食べたら五稜郭へ向かいます。このエリアはタワーだけじゃない楽しみ方があります。市電の五稜郭公園前駅から歩いて五稜郭まで徒歩10分ほどです。ほぼ一本道で行けるのですが、途中で Y 字に分かれています。右側に向かいます。五稜郭タワーにはロッカーがあります。重い荷物はここに下ろして身軽な状態で散歩したいと思います。重い体脂肪も置いていけねえかな。そして残念なことに五稜郭タワーの上で撮影したファイルを間違えて消してしまうミスをしてしまいました。なので五稜郭公園を長めにご紹介したいと思います。五稜郭を散歩します。僕は星型をした城郭で再建された函館奉行所跡があります。もともと函館奉行所は函館山のふもとにあり、五稜郭へ移転してきました。ただ移転後完成から2年ほどで江戸幕府崩壊、その後旧幕府軍に占領され、その本拠地となりました。
旧幕府軍は政権を握り江ノ島政府と言われていました。俗称は蝦夷共和国。なんかかっこいい名前です。近代の日本で最大の内戦と言われている戊辰戦争。五稜郭は旧幕府軍の最後の砦でした。函館市街が新政府軍に占領され、五稜郭も総攻撃の通知が来たことで旧幕府軍は降伏しました。そのため五稜郭で戦いはありませんでした。その後、五稜郭は練兵場となり、五稜郭公園となりました。数千本のソメイヨシノを植樹し、花見の名所となっています。函館はいろいろと想像を超えてくる歴史の塊だと思います。五稜郭公園はゆっくり回ると30分くらいの散歩ができます。広い緑地を見ているととても楽しくなります。地味に気温が高くて暑いので、五稜郭タワーでお土産を見ながら涼んでいきます。あとはお得意のついでソフトです。1階には新選組鬼の副長こと土方歳三の銅像があります。Google で調べると土方歳三を題材にした文学がすごく多いことがわかります。五稜郭を楽しんだらすごくおすすめの場所、函館市北洋資料館へぜひ行ってください。五稜郭タワーから歩いて5分ほどでとても近いです。そして入場料は大人100円というとてもリーズナブルな金額です。入場料100円ってどうせつまらないんでしょって思うじゃないですか。そんなことは全然ありません。まず入ったらすぐ北極熊が出迎えてくれます。そしてこの資料館の売りになっている公開体験室、すごい揺れています。とても100円で入れるとは思えない、とても高クオリティな場所でした。タワーに戻り、タワー横でタクシーを拾い、JR の五稜郭駅方面へ向かいます。15分ほどで駅横のスーパーアークスへ到着します。函館牛乳4本購入しました。あとメロンとか豆とかカレーとかです。新函館北斗駅には交流センターが併設されており、新幹線待ちでラーメンを食べたりすることができます。お土産も買えますので、ばらまき用はここで購入がいいと思います。自分用はスーパーがおすすめです。これ、北海道に限らず、どこの旅行先もスーパーで買うのがおすすめです。ゆるキャラなのかな、ズーシーホッキーというそうです。
今回はグランクラスに乗ったのでレビューをしたいと思いますのでよろしくお願いします。高崎から大宮駅まではグリーン車に乗り、大宮駅から新函館北斗駅の区間を往復でグランクラスに乗車しました。座席はとても広かったです。そして自動でリクライニングができます。本当に楽で堕落しそうでした。こたつの中の状態みたいでした。シートはここまで寝そべることができます。あと座面がすごくふかふかでした。あとバックシェルになってますので、後ろの席の方を気にせず倒せるところまでがっつり倒すことができました。シートは日立、川崎重工業、レカロで設計しているようで、シート界の王者とも言うべきタッグです。テーブルは稼働します。こういうところのちょっとした気遣いがすごいですね。リクライニングのボタンのところにちょっとした気になる突起があって、これ何かなーって思ってたら、テーブルがガタガタしないためについていたようです。走行音は普通車より全然静かで、もうすぐ寝ちゃいました。乗車してすぐ袋が配られます。中にはお手拭き、水、メニュー表、そしてお酒を飲めと言わんばかりのサラミが入ってました。軽食は和食と洋食の2種類から選びます。行きは和食、帰りは洋食を選びました。あと往復ともにリンゴジュースを飲みましたが、すごく美味しかったです。とても美味しかったです。ただ軽食なのでちょっと物足りないかもしれません。食後はコーヒーをいただきました。次にシートの肘掛けです。肘掛けはとても幅広で、二人掛けの方は仕切りがありました。ただ目こそ合わないものの、腕は少し気を使うかもしれません。仕切りの位置がだいぶ手前側でした。シートの読書灯はかなり明るく、トンネル内でも文字が読めます。明るすぎて周りの方も照らしてしまいそうなくらいでした。暗くて静かなトンネル内は大爆睡してました。トイレや洗面があるデッキはグリーン車と共用です。デッキと客室の間には一部屋全室があります。グランクラス券を持たない方は入室ご遠慮くださいの表示があり、これが最後の砦のようです。大好きな盛岡、市街も楽しいですが、プラットフォームでも切り離しを見られてとても楽しいです。しかもグランクラスなら秋田新幹線との切り離しを車両をすぐ目の前で見ることができます。北海道からの帰りは盛岡駅前をバックに連結を見ることもできます。
次は車内照明。照明に眩しさは全然ありません。トンネルに入ると色温度が低いなっていうことがよくわかります。流れる掲示板もとても見やすいです。新青森を過ぎた後の車窓からの眺めはとても絶景でした。ずっと見ていられます。緊急事態には SOS ボタンを押して乗務員にお知らせください。Welcome on board the Hokkaido Shinkansen. This is a Hayabusa Super Express bound from Shin-Hakodate Hokuto with stops at Okutsugaru Imametsu, Kikonoi, and Shin-Hakodate Hokuto. All seats on this train are reserved. The ticket for standing is valid for the train and car shown on the ticket. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. Hazardous items are prohibited on trains and in stations. If you notice anything questionable, please notify the conductor or station staff. Furthermore, there are SOS buttons installed near the doors. Please press the button and notify the conductor in case of an emergency. The conductor's room is in car 9. We wish you a pleasant journey. 北海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。はやぶさ1号新函館お続きです。新青森から乗務員交代しております。ご案内いたします。乗務員は JR 北海道函館新幹線由利所運転士大島車掌本本吉田です。これから先、青函トンネルを通り、北海道へとご案内します。どうぞよろしくお願いいたします。この先の停車駅の到着時刻をご案内いたします。次の大津津今です。10時7分。彦内10時40分。終点新函館北斗10時53分に着きます。本州と北海道を結ぶ青函トンネルには10時12分頃、青函トンネルには10時12分頃に入ります。青函トンネルに入りますと、電光掲示板にもご案内が表示されます。続いて車内のご案内をいたします。全部の車両が指定席で、自由席はありません。特定特急券、3席特急券でご利用お客様は、1号車が青森と北海道の海峡には有名な青函トンネルがあり、これ車内でアナウンスするほど名物扱いされていました。ただ、青森側でトンネルに入るタイミングが全然わからなかったです。青函トンネルに入った後は、トンネルの説明書きが流れる掲示板に出ます。ここからはグランクラスに乗っていて気になったこと3選お伝えしたいと思います。まずはこの出てるお腹が気になりますね。違う。左右の肘掛けの高さがこれ違いました。これかなり気になりました
予約の取れない人気車両ということもあり、肘掛けに少し年季が入っていました。カーペットも若干年季入っているように思えました。あと、ちょっとしたきしみ音ですね。これ、少しチープかなと思ってしまいました。やっぱ車内静かなので、きしみ音がとても気になります。朝早くて、帰りは旅行で疲れているので、だいたい新幹線の中では寝ていましたので、ちょっと気になるくらいでした。新函館北斗駅はまだまだ新しいです。線路は続くとこまでもじゃないですけど、どんどん伸びてほしいです。グランクラスをまとめますと、函館楽しい、まだ帰りたくない、もっといたいと思っている間に寝てしまうのがグランクラスって思いました。グランクラスについてはここまでで、次はグリーン車についてレビューしたいと思います。今回高崎大宮間は E7 系のグリーン車に乗りました。ちょっとケチりました。座面に肘掛けまで普通車と比べて幅広です。座り心地というより硬さは普通車と同じぐらいだったかな。前の座席との隙間が拳3、4個ほどあり広々しています。足ものんびり伸ばせます。シートはバックシェルではないので、後ろにお客さんがいなければ倒せるとこまで気持ちよく倒せるのですが、こればかりは運かもしれません。グランクラスとデッキは共用です。E7 と E5 は同じような配置ですね。走行音の大きさは普通車両と似たようなものだと思います。グリーン車のレビューは以上です。高崎と大宮間はあっという間に着いちゃいますね。ここ寝過ごして東京にいたことも多々あります。ここからはおまけのコーナーになります。北海道新幹線は函館駅まで行かず、この新函館北斗駅までとなります。函館駅まではそこから20分くらい。スイカを使うことができました。本州から行くとひんやりするほど涼しいと思っていたのですが、7月の北海道は十分暑かったです。函館は見どころが多く、観光地が凝縮しているので、とても楽しい旅行先だと思いました。旅行最終日は五稜郭駅から電車に乗りました。五稜郭駅は函館から新函館北斗駅に向かう時の次の駅です。五稜郭タワーからタクシーで15分ほどかかります。地味に距離があるのに五稜郭の名前がついています。新函館北斗駅には北斗市観光交流センターやその別館が併設されていまして、待ち時間はここで遊ぶことができます。
このゆるキャラはズーシーホッキーというそうです。なんか目線が嫌ですね。新函館北斗駅の駅舎はとても綺麗です。ただ、お土産買うなら交流館も見てみてください。今回のレビューはここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければいいね、コメントよろしくお願いします。